というわけで、君にはこの調査に行ってきてもらいたいんだ。俺は、あることを社長に頼まれていた。しかし、その調査は前例がないことで、俺はその調査を引き受けるのを躊躇していた。しかし、この調査方法は前例がありませんよ。と、困った顔でそう言うと、社長はにやりと笑いながらこう言った。なに、前例がないなら、新たに作ればいいだけのこと。の支社で退職者か。困りましたね。あそこは本社を支える要の支社となっているのに。社長、あの支社についてどのようにされましょうか？会社の定例会議で、ある支社の離職率の高さが問題となった。先日も2ヶ月前に新入社員を4名も採用したにもかかわらず、1ヶ月も経たないうちに3名の退職者が出てしまった。この問題に対して社長は、問題視する社員たちの目をまっすぐ見て答える。問題ありません。すでに調査済みです。神林直也、入りなさい。会議室の外から名前を呼ばれた俺は、やれやれ、ようやく呼んでくれたか。と思いながら、会議室のドアノブに手をかける。失礼します。神林、みんなに報告を。会議室に入るなり、社長にそう命令された俺は、一度咳払いをしてから、持っていた報告書に目を通しながら、それを読み上げる。はい、それでは、報告します。俺は、ある会社の支社に、中途採用枠で入社した。俺の他にも、俺を含めて4名の新入社員が、この支社に配属された。私、大原ありさって言います。お互い頑張りましょうね。俺と同時に入社したこの大原さんはとても気のいい人で、俺の他にも同じように入社した人たちにも明るく声をかけていた。そんな彼女のおかげで新入社員同士で飲みに行く仲にもなった。新入社員同士の飲み会で俺たちはこのように自己紹介をした。斉藤だ。前の会社で5年勤めていたんだけれど、もっとキャリアアップがしたくて、この会社を受けたんだ。君たちほど若くはないが、同期仲間として気にせず対等に接してくれ。よろしくな。キャリア転職をした斉藤さん。俺は高橋って言います。バイトから社員になったので、この支社に転勤してきました。よろしくお願いします。高い向上心から社員になった高橋さん。そして、大原です。前はアパレルショップの店員だったんですけど、今までやったことのない業種に挑戦してみたくて応募しました。よろしくお願いしますね。チャレンジ精神のある大原さん。俺を含めたこの4人が、新たにこの支社に配属された。いつも満面の笑顔を向けてくれる大原さん。彼女は、どんな思いでこの会社に応募したのだろう。きっと、新しい生活の始まりとして、思いを馳せていたに違いない。あの時見せてくれた満面の笑顔は、日が経つごとに薄れていった。だから、そこは自分でどうにかしなさいよ。パソコンとスマホの画面を交互に見ながら、ちっとも目を合わせようとしない上司に、大原さんは困った顔をする。しかし、この案件、もともとは小林課長が。新入社員だからって甘えたい気持ちもわかるけど、これぐらいできるようにならないと、うちではやっていけないわけ。うちは忙しいからね。当然、課長の私も非常に忙しいのよ。なので、その案件は全部できてから持ってくるように。小林課長に冷たくそうあしらわれた大原さんは、今にも泣きそうな顔をしながら自分のデスクへと戻ってきた。向かいのデスクだった俺は、大原さん、大丈夫？と、デスク越しに声をかけた。すると、大原さんは口元に笑みを浮かべながら、大丈夫、と答えた。その案件、俺も手伝うよ。ありがとう。でも、これは私に任された案件だから。小林課長の言う通り、これぐらいできなきゃ、この先ダメだよね。神林さんはすごいね。小林課長に頼まれた仕事、
全部難なくこなしちゃうんだもの。私も神林さんを見習わなきゃ。俺に笑いながらそういう大原さんのその笑顔はもはや、入社した時に見せてくれた、俺が見たいあの満面の笑顔ではなくなっていた。いや、俺は、大原さんの褒め言葉に、俺は仕事ができる理由を答えようとしたが、そんな俺を見て、大原さんはくすっと笑う。いいんだよ、謙遜しなくて。そう小さく笑ったかと思えば、すぐに笑顔をやめて、能面のような顔で小さくつぶやいた。神林さんは仕事ができる人で、私はできない人だった。それだけだよ。そう言って、俺への罪悪感からか、大原さんは目を伏せ、申し訳なさそうな顔で仕事を始めた。そんなことがあった次の日、大原さんは出社してこなかった。神林、大原は辞めたんだよね。だからね、大原の受け持ってた仕事、お前がやって。お前ならできるでしょ？小林課長のその適当な指示に苛立ちを覚えながらも、その苛立ちは隠し、大原さんが辞めたという事実には驚きを隠せない。大原さん、辞めたんですか？ああ、辞めた。まったく、どいつもこいつもすぐ辞めやがって。大原もちった踏ん張るかと思いきや、結局大原も辞めやがった。大原も同じだったね。神林、お前は辞めるなよ。そう言いながら、小林課長は俺のデスクに大量のファイルやら紙やらを置いていった。デスクの上に置いていた自分の拳がわなわなと震える。4名もの新入社員が入社したにもかかわらず、1ヶ月も経たずして、すでに3名もの新入社員が退職してしまい、残るは俺だけになってしまった。原因は、新入社員にはまだ早い仕事であっただけでなく、無茶な仕事量を押し付けたことにもある。その仕事量は、俺や他の人、全体でフォローしても賄いきれないものだった。中には、明らかに小林課長の案件と思われる仕事もあった。大原もいなくなり、残る新入社員が俺だけとなると、小林課長から呼ばれる確率も高くなった。おい、神林。私のパソコン、ちょっと調子悪いみたいだから、直しといてよ。わかりました。おい、神林。この書類全部いらないやつだから、シュレッダーにかけといてよ。わかりました。おい、神林。神林。断るごとに呼ばれては、頼みを受けたまわり、この支社にしては珍しく、1ヶ月も持った仕事のできる新入社員ということで、すっかり小林課長に気に入られた俺。今では、小林課長がどこへ行くにも、俺を連れて歩かせるほどには気に入られた。小林課長と一緒にいるようになって、俺はあることに気づいた。小林課長、ずっとスマホを手放しませんね。スマホも手放せないくらいお忙しいんですか？あ、これか？まあな。ニヤニヤ笑いながらスマホをいじるので、気になった俺は、何してるんですか？と聞いてみた。すると小林課長は、俺の顔を見て少し考える様子を見せた後、うなずく。まあ、お前になら見せてやってもいいよ。そう言うと、小林課長はスマホの画面を見せてくれた。勤務中はゲームで忙しいんだ。その画面には、バトルでもしているのか、数名のキャラクターがモンスターと戦っているのが映っていた。いやー、ほんとに忙しいよ。毎日ログインして、レベル上げしてさ。そう笑いながら、スマホの画面をタップし続ける小林課長に、俺の心は怒りに満ちていく。な？神林なら、俺の忙しさ、分かってくれるよな。そう言いながら、俺に満面の笑顔を向ける小林課長に、俺も笑顔を貼り付けてうなずいた。そうですね。こんな奴のために、俺たちは、大原さんは、どうにかして退職してしまった仲間たちを呼び戻したい。戻ってきてほしいな。だが、そんな事例は聞いたこともない。
前例がないのだ。失われてしまったものはもう帰ってこない。俺はもはや復讐を糧に報告書を作り上げるのだった。私からの報告は以上です。こちらが小林課長の1週間のスケジュールを表にしたものです。ご参考までに。俺は手に持っていた紙を定例会議に参加しているみんなに配る。そのうちの一人が青い顔をしてわなわなと震えていた。そしてテーブルをバンと強く叩きながら、こんなもの、でたらめだと立ち上がった。その人物に俺は冷めた目で、ああ、いらしたんですね。と声をかけてやる。小林課長。本社で行われる定例会議には、本社の部署、また支社から代表者を2名選出して参加することになっている。本日行われた定例会議では、小林課長が代表して来ていたようだ。神林、お前、あんなに可愛がってやったのに、この仕打ちはなんだね。嘘800並べて、課長の私に盾つくとは。小林課長が、でたらめだ嘘だと騒ぐので、私は会議室の天井にあったスクリーンを下ろす。嘘だと思うなら、これをご覧になっていただきたい。そう言いながら、俺はスクリーンにある動画を映した。それは、あるパソコン画面だった。そのパソコン画面には、ゲーム画面が映っており、ゲーム画面の端に会話らしきチャットが次々と表示されていく。そのゲーム画面の後ろに見える別のウィンドウに、小林課長の名前が入った会社用のログインページが表示されていることから、このパソコンは小林課長のパソコンであることがわかる。なんだこれは。なんでこんなものが。小林課長にパソコンを見てくれと頼まれた時に、監視ソフトを入れておきました。そう、小林課長に。おい、神林。私のパソコン、ちょっと調子悪いみたいだから直しといてよ。と頼まれた時に、ついでに監視ソフトを入れておいたのだ。これで、俺のパソコンから小林課長のパソコンの動きを監視することができるようになったので、俺のパソコンから画面を収録しておいた。その収録した動画が、今スクリーンに映されているものである。次はこちらをご覧ください。俺はスクリーンに映っている動画を別の動画に切り替えた。今度は小林課長の顔だ。小林課長が大量のファイルや紙を誰かに渡している様子だ。そして、おい、神林。この書類全部いらないやつだから、シュレッダーにかけといてよ。と、誰かに指示をしている。これも、先日小林課長に頼まれた時のものだ。こちら、パソコンのカメラに遠隔操作を施して、小林課長の様子も見れるようにしたものです。そんなことまで、勝手に私のパソコンを。もはや、小林課長の叫びなど、俺は無視してみんなに説明を続ける。こちらに映っているファイルからわかるように、保存期限は5年と記載されています。確かに保存期限が過ぎた書類は破棄することになっていますが、こちらのファイルは2019年からの保存となっています。今は2023年。つまり、まだ1年の期限が残っているにもかかわらず、小林課長は重要書類の破棄を命じたのだ。もちろん、俺はこれを確認した上で、破棄せず保管庫に戻しておいた。重要書類が破棄されたとわかれば、会社の損失にもなる。これで、いかに小林課長が仕事をしていないかが、みんなにも伝わっただろう。報告は以上です。言い逃れのできない状況に、立場をなくした小林課長は、みんなから非難の視線を向けられながらも、恨むような視線を俺に向ける。何の権限があって、お前のような新入社員に、こんなことをされなきゃならないんだ。これは越権行為じゃありませんか、社長。社長は、そんな小林課長に呆れたのか、小さくため息をついてから話す。あなたを騙した形になってしまい、申し訳ありません。ですが、
これも監査部の業務の一環。監査部？未だに理解できずにいる小林課長に、今度は俺が説明をする。実は、社長の命で、新入社員のふりをして、小林課長の下で働かせていただいておりました。改めまして、自己紹介させていただきます。私、監査部部長を務めております。神林直也です。監査部、部長だと？先ほど、小林課長は越権行為とおっしゃいましたね。知らなかったとはいえ、あなたより上の立場にある人間をこき使うのは、越権行為ではないんでしょうか。ニヒルな笑みを浮かべながら、小林課長にそう言ってやると、小林課長は何も言い返せなくなったのだろう。その場に崩れ落ちるように、ガタンと椅子の上に座り込む。そんな小林課長を見て、社長が口を開く。今回議題に上がった死者の離職率高い問題については、小林課長の処遇と合わせて対策を講じることにいたします。察しのいい人ならば、その意味はわかるだろう。原因であった小林課長を排除することで、高かった離職率をカバーするということだ。本日の定例会議は、これで終了といたします。お疲れ様でした。社長のその一言で、会議室にいた社員たちは部屋を出ていく。小林課長は抜け殻のような顔をして会議室を出て行った。会議室に残ったのは社長と俺の二人だけになった。すべてが終わった社長は疲れからか大きなため息をつく。まさかこんなことだったとは。ご苦労だったな、神林。いえ、社長のご用命とあらば。しかし、残念だな。有望だったかもしれない人材が何人も辞めてしまう結果になってしまって。社長のその言葉に、俺も大原さんの笑顔を思い出して残念に思う。俺のその思い詰めた顔に、社長は何かを察したのだろう。連絡を取れるなら、取ってみればいいんじゃないか？その人は、戻ってきてほしい人なんだろう？しかし、前例がありません。困った顔でそう言った俺に対して、社長はにやりと笑いながらこう言った。なに、前例がないなら、新たに作ればいいだけのこと。社長のその言葉に、俺はハッとした。人事部に行ってきます。助言、ありがとうございます。そうだ。ないなら作ればいい。現に、社長だってそうしたではないか。俺は人事部に頼んで、3名にオファーの連絡を送ることにした。1ヶ月だけだったとはいえ、その間の業績や勤務態度を評価した上で、会社としても稟議書にも起こして、正式な手順を踏んだ上で、彼らにオファーの連絡を送った。それから2ヶ月後。また入社されてから1ヶ月が経ちましたが、どうですか？斉藤課長。いいや、未だに課長という役職の名前にはなれません。神林部長はどのようにしてなれましたか？キャリア転職をした斉藤さんは、小林課長の代わりに新たな課長となった。今度、昇進試験があるのですが、意気込みはどうですか？高橋さん。正直、自信はないですけど、でも、神林部長のおかげで戻れたんで、俺、頑張ります。戻ってきてくれた後も、高い向上心をキープし、働いてくれる高橋さん。そして、わからないことは遠慮なく聞いてください。大丈夫。最初は私もできませんでした。あなたもできるようになりますよ。大原さん。本当ですか？私、頑張って仕事を覚えます。臆せずに、様々なことにチャレンジし続ける大原さん。彼らは出戻り社員として会社に戻ってきてくれた。この会社では前例のないことだったが、事例が事例だっただけに、この異例の倫理は難なく可決された。こうして、俺はまた同期のみんなと一緒に働くことができるようになった。厳密には俺は同期ではないが、俺の正体を知った後も、
変わらずに接してくれようとする彼らには感謝の気持ちでいっぱいだ。特に、大原さんは、神林さん。彼女だけが、神林部長と役職で呼ばずに、俺を呼んでくれる。そして、神林さんって、やっぱりお仕事ができる人だったんですね。と、以前と変わらぬ、満面の笑みを俺に向けるのだった。そんな大原さんに、俺は苦笑しながら、いえ、と答える。大原さんの笑顔が見たくて、頑張っただけですよ。